우와. 안녕하세요. 아, 예, 안녕하십니까? 네. 오늘 바람이 굉장히 많이 세게 부네요. 오늘 날씨 미쳤어. 날씨가 좀 별로 좋지 않아가지고. 어. 우리 아들 기분도 좋지 않았습니다, 오늘 아침. 그러니까. 이거는 뭐 늘상인 것 같긴 한데. 네. 오늘은 유틴즈라는 곳에 가고 있습니다. 오늘도 빈티샵을 가볼까 하는데 평소 가는 그런 빈티샵이랑 조금 오늘은 계통이 다르다고 해야 되나? 약간 다른 빈티샵입니다. 제가 산책을 하다가 우연히 찾은 그런 빈티샵인데 여기는 럭셔리 브랜드나 그 디자이너 브랜드의 아카이브 빈티지를 다루는 그런 샵입니다. 이 샵은 진짜 산책하다가 한번 지나갔는데 뭔가 누군가가 나를 부르는 거예요. 그래서 다시 뒷걸음치고 이제 돌아가서 봐보니까 엄청난 옷들이 많아가지고 섭외를 해가지고 그래서 이번에 이렇게 지금 가고 있습니다. 옷이 저를 부르네요. ということでお店の中に入ってまいりました。リコレクション東京のスタッフ、鈴木さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でもうお店の中に入った途端に雰囲気がガラッと変わりまして、はい、なんかちょっとセレクトショップとさらにミュージアムのような雰囲気を漂うお店ですね。ありがとうございます。インテリアから光の入り方、はい、重機、もうその他諸々が高級感が漂っております。ありがとうございます。もう今日はそのインテリアで終わろうかと思っております。服まで。服まで、ぜひぜひ。お願いします。そうですよね。服がメインですもんね。ということで、そのリコレクション東京さんの方でどういったアイテムを扱ってらっしゃるのか、ちょっと簡単にご紹介いただけますか。2000年代前後あたりの、はい、ラグジュアリーメゾンのアイテムであったり、デザイナーズブランドのアイテムをメインに取り揃えているんですけど、その時々の、僕たちがいいなと思うものを中心に海外でピックしております。鈴木さん、昨日はちょっと緊張されて朝3時まで服をコーデを考えられたってことで。そう言われるとすごい見られるのが恥ずかしがるんですけどちょっと一発目あれちょっと言っていいですか。目に止まった、はい、今ある中だと当店で一番スペシャルなアイテムじゃないかなと思います。ちょっとこれ後に残しておきましょう。これ順々にいきますか。順々に、はい、ここら辺はどういったアイテムですか。この辺りが一応ヴィンテージのアイテムでして、はい、で基本的に僕がセレクションしているんですけど、はいはい、僕はもともとフランスのヴィンテージショップで働いた経験があって。メキシ僕。メキシ僕。ちょっとこれしか知らないんですけど僕もそれしかなのでそのあたりの経験を生かしてフランスのヴィンテージアイテムもちょこっとだけ取り揃えております。これでもなんか前のこのディテールがちょっと見たことない感じなんですけど、はい、かなり珍しいアイテムですね。1930年代頃のフランス海軍のワークジャケットが、メカニックジャケットがモチーフになってるんですけど、一応その形を踏襲した1950、60年代頃の一着になります。なるほど。でこれポケットになってるんですか。そうです。いわゆるじゃなくて一応横からアクセスできるようなポケットになってまして、なるほど。いわゆる D ポケって言われるような形ですね。なかなか独特な形ですよね。襟もそうなんですよ。この形ぜひ覚えておいていただきたいんですけど、後にちょっとデザイナーズブランドでこの形を踏襲したものが出てくるので、ぜひお楽しみに。ぜひ皆さん覚えておいてください。これ宿題出ますよこれでもこれリーバイスもあるんですね。そうなんです。こちらも一応ヨーロッパのリーバイスになりますね。こだわってますね。そこはヨーロッパはリーバイスなんですね。そうですね。503ですね。70503。フォースタイプって言われるような形にはなるんですけど、ここにポケットがありますからね。そうですね。ユーロリーバイスは何といってもシルエットがすごいファッション的なので。わかります。でも僕もイギリスの501持ってるんですけど、なんかちょっと違うんですよね。そうですね。なんかやっぱりオリジナルのリーバイスだと、あくまで労働着なので、ユーロリーバイスはそこをファッションに置き換えて、身幅を広く取ったりアームホールを広く取ったりしているので、ユーロピアンテイストが入ってるんですよね。そうですね。洒落てますよね。洒落てるんですよ。あ、そしてこれ CP カンパニー。はい。マシモ・オスティがデザインする頃の CP カンパニーですね。ここから派生といいますか次に出てくるのが、何でしたっけ、ブランドありますよね。ボネビルも一応取り揃えてます。CP ができて次にこの出てくるのがボネビル、でその次に1年後にストーンアイランドが出てくると。マシモの世界ですね。そうですね。これちょっと着てみていいですか。もちろんです。これ年代はどれくらいですか。こちらが80年代後半だったと思います。
まあちょっと大きめですけど、あでもこれ絞れるんだ。そうですね、内側のドローコードで調整はしていただけます。ちょっといいですか、絞っちゃって。お色が綺麗ですね。そうですね。このアイテム、先ほどのボネビルのものもそうなんですけど、どちらもガーメントダイという手法が取られています。マシモといえばそうですね。ガーメントダイ。なので色鮮やかにフェードまでも計算されているような色味が特徴的です。なんか相当着た感がなんか出てるような、いいですね。やっぱこの生地、ヴィンテージお好きな方は刺さりますよたまんないね。ですね。形としてもミリタリーのフィールドジャケットがモチーフとなっているので、そのあたりもオスティらしいアプローチかなと思います。ほんまですね。このちょっとこの当たり感と言いますか、ちょっと抜けた感じ。そのあたりも計算してますね。計算されてますね。はい。いい。ボネビルもいいですか？もちろんです。ボネビルはジャンル的に言うとどういうジャンルになるんですか？アウトドア系ですか？そうですね、やっぱり CP と似たようなデザインにはなるんですけど、どちらかというとちょっとクリーンな都会的な印象があると思います。なるほど。かなり大きめなんですけど、かなり大きめです。ただ収まりはすごいいいですね。なんか収まっちゃいましたね。そうですね。僕もこれでかいかなと思ったんですけど、なんか普通にヨーロッパにこういう人いますよね。そうですね。いますよね、ガバッと。またスカーフとすごい合いますね。合いますね。一応デザインとしてはこちらはハンティングジャケットがベースになっておりますね。なのでこのアクションプリーツでたっぷり生地が取られているので、なので少し大きめでも収まりがいいのはそこがゆえんかなと思いますね。襟とボタンの色がねあってもいいじゃないですか。そのあたりが全てシリンギルドとエスカンダーという2つのブランドを展開しております。こちらがシリンギルドですね。どこの国のブランドですか？どちらもイギリスのブランドになるんですけど、このデザイナーのルーツがすごい似ていて、両社ともイラン出身のイギリス人デザイナーでして、シリンギルド、これがエスカンダーでございます。形がやっぱりかなり特殊でして、これすごい特殊。肩幅と身幅がすごい広くて着丈が短い作りというのが両社ともの特徴になりますね。すごいですねこれ。でリネンですね。そうですね、ピュアリネンになります。これ赤ちゃん抱っこしながら着れるとかそういうコンセプトじゃないんですよね。ではなくないですよね。結構エスニックな要素がすごい強くて、なんか中東の民族衣装からもインスピレーションを受けているみたいですね。これは結構でもこれも身幅がすごい。これも広げてみるとかなり身幅は広いかなと思います。これ着るとどういうシルエットになるんですかね。着ると綺麗に落ちてくれるんですよ。バッと開いて広げると、なので日本の着物とか、あの辺りにすごい近いシルエットだと思いますね。なるほど。風をめっちゃ受けそうですね。そうですね。なびく感じがすごい可愛いです。こういうのスタイル初めて見ました。こういうシャツ。なかなか日本でも見ないブランドかなと。首元はどうなってるんですかこれ。首元はかなり長いタートルネックになってるんですけどこれすっぽり入りますね。そうですね。もうくしゃくしゃっとさせても可愛いですし、綺麗に折っていただいてもなんか面白いスタイルで着ていただけるかなと思います。面白いですね。デザイナーズらしい感じしますね。そうですね。これが先ほど言っていたこの襟型っていうのが、これなんですね。はい。出てきましたよ。伏線回収ですね。そうですね。これの襟の形をモチーフにしてこういう風にしてデザインされてますと。はい。へえ、本当だ。シリンギルドの中でもこのジャケットスタイルっていうのはかなり珍しいんですけど、おそらくフランスのワークジャケットだったりっていうのをサンプリングしているのかと思います。デザイナーズブランドを見てもそのヴィンテージの要素とか解釈があるので、そこは面白いですよね。そうですね。そのあたりがすごい魅力だと思います。つながりましたね。かなり早い伏線回収だったんですけど。早かったですね。もうちょっと後に来るかなと思ったんですけど、早速来ました。これ何ですか？そちらもヴィンテージのアイテムでして、1940年代から50年代頃のスウェーデン軍の M39 のおそらく民間タイプになりますね。かなりたっぷりしたシルエットです。ですよね。ガバッと着ていただけると思います。ですね。最近結構いろいろ見ますけど、スウェーデンが出てるの、やっぱりちょっと違いますよね。色味がすごい独特だと思います。これも真っ白じゃなくて少し黄緑がかったような色味なので、
まあ、この色味とコットンの生地がすごいマッチしてますね。なんか独特なんですよね、スウェーデングロンは。ここら辺のポケットの形とかも結構面白くて。そうですね。こういう感じ。あえてこうラウンドさせるような形が、まあ、スウェーデン軍ならではの特徴かなと思います。で、この下も絞れてキュッと。はい。なんかこれ着ると本当になんか袋の中に入ってる気分になりそうですね。それぐらいの大きさですね。そうですよね。袋に包まれてる感じですね。鈴木さん、これなんですか？バッグとジャケットどちらも2000年 SS のミュウミュウのアイテムになります。ミユミユですね。はい。ポケモンの方じゃなくて。じゃなくて。じゃなくてですよね。これ分かる人いるかな。これでも女性もんですよね。そうですね。レディースのレディースねまあ本当に名作と言われるようなバーシティジャケットですね。ああ、そうなんですね。やっぱり名作がゆえに全然出てこなくて、生で見る機会っていうのはかなり少ないかなと思います。ちょっとじゃあ拝んどいた方がいいですね。ぜひ。はい。これセットですか？一応別々に販売しております。こんな感じになってますよ。これはこちらが今回の買い付けでもうまとめて出てきたアイテムなんですけど、イヴ・サンローランのデッドストックで箱付きのままの状態でご提案しております。年代はどれくらいですか90年代頃ですね。？90年代頃。あ、こっちもそちらもすべてデッドストックです。ボレッリがありますね。僕もこのシャツブランドは好きでございます。もうすごい作りですよね。ですよね。これそんなに古くないですか2000年代入ってからのアイテムになります。生地がいい。でやっぱりどこもハンドステッチで、もう作りもかなり立体的に作られてますね。イタリアはシャツの名ブランドって言いますか、はい。多いですよね。すごい多いです。すごい多いですよね。やっぱりどこもすごいクラフトマンシップあふれるアイテムが多いので。ですよね。それだけシャツが日常着なんですよね、やっぱりね。そうですね。これもう今夏にぴったり。そうです。一応コットンとリネンの生地になっております。これね、出してはい。ショーツなんか履いてちょっとグルカサンダルかなんかで、はい。でまくっちゃったりなんかしてもうイタリアの夏のスタイルですね。と、それでサングラスかけてちょい悪親父的な感じでそうですね。いいですよね。もちろんこのインしてタイをしてもいいですしね。うん。こういう感じでなんかコーデされてもおしゃれですよね。はい。この辺りはイタリアのドレスシャツが続きます。おお、いいですね。そのなんかご案内されてるのがなんかちょっと博物館に来てる感じ。なんか出たブリオーリオ。これは素晴らしいのがありますね。こちらも生地はかなり特殊ですね。おそらくコットン 100% なんですけど、はい折り方がすごい特殊で、かなり透けるぐらいな薄手の生地が特徴です。本当ですね。めっちゃ薄い。めちゃくちゃ薄いです。いやー、ブリオーニも最高峰ですから。そうですね。最高峰が続きますね。はい。あ、出た。ロロピアーナ。その辺りはどちらもロロピアーナのロロピアーナ。アイテムですね。生地の最高峰ですよ。はい。これ年代はどれくらいですか？こちらも2000年代初頭のアイテムになります。この裏地、中の見えますかね、こういう感じでチェックが入ってるんですよ。ロロピアはこういう生地でこういうアイテムを作るんですね。そうなんですよ。90年代あたりからこうラグジュアリーと日常着っていうのを掛け合わせるプロダクトを作っておりまして、このあたりの、キルティングベストも、代表されるような一着じゃないかなと思います。はい。これなんです。これぴったり。ちょっと待ってください。やっぱ手入れた時のこの素材の高級感。無意識に手入れたんですけど、お、なんか違うって感じなんですね。裏地にまでやっぱりいい生地は使われてますね。表地の生地もロロピアーナが独自に開発したストームシステムという生地が使われてます。なんか独特ですね。独特です。なんて説明してかわかんないですけど、なんてひんやりしてるっていうか、なんか湿っぽいっていうか、ちょっとウェットウェットな感じですよね。感じですね。通常こうゴアテックスとかの生地って生地の上からコーティングをするんですけど、はい、ストームシステムは繊維一本一本にコーティングを施して、でその糸で織り上げるっていう手法をとってます。ロロピアーナにしかできない生地の作り方かなと思いますね。鈴木さんお上手で、いえいえ。説明聞くたびに全部会場になりますね。これ普通に今日こういう感じでもいいんじゃないですか。うん、かっこいい。なんかダウンベストっぽくないっていうか。そうですね。ボリュームはそこまでないので、そうですよね。なんかジャケットの上のレイヤードでもいいですし、違いますね。やっぱり品がありますよね。品がありますよね。
やっぱりクワイエットラグジュアリーですね。そうですね。あ、出た。これまたブリオーニ。隠しボタンダウンの仕様ですね。もう色合いが絶妙ですよ。もう夏場にぴったりなダリな。色味です。どちらなんですかこれは。そちらもブリオーニのセットアップになります。きれい。わかる。シャツを着たかなってこのぐらいの軽さですよ。やっぱり肩の構築性もすごい素敵だと思います。ですね。これ年代どれくらいですか？90ぐらいですよね。そうですね。2000年代は入ってないような気がします。ちょっとこの当時の雰囲気あるじゃないですか。はい。まあ、時代を感じますよね。時代感じますね。でも今だから逆にちょっとこういうのもいいですよね。そうですね。ここら辺はニット類がそうですね。棚もいいですねこれ。ありがとうございます。美しい服をこう載せる棚っていうのもやっぱり美しいもので、はい、こだわってらっしゃるんですね。お、ブチネリ。ウールカシミヤウールです。カシミヤ。かなりライトなこう生地の仕立てになるので、いいですね。春先1枚で着ていただいてもすごい素敵かなと思います。こういうのもいいです。ああ、生地がいい。やっぱり特級のピュアカシミヤなので、まあ、口練りの、まあ、生地の良さっていうのは十分に触るだけで伝わるかなと思います。ほんまですね。はい。こういう感じにしちゃってもいいですしね。そうですね。うわあ、これ上品。イタリアのその色彩感覚はこうニットにすごい現れてますね。出ますよね。やっぱ生地がいいってのは感じますね。ふわっふわですね。ふわふわですね、本当。じゃあこれどういったブランドですか、ここは。こちらがマーロという、こちらも同じくイタリアのニットファクトリーなんですけど、はいバランタインはい。がエルメスのニットウェアをこう担っていたブランドでして、はいマーロが一応アルニスのニットウェアを担っていたブランドです。可愛いのが欲しいですよね。バランタインはエルプス、こちらはアルニス。はい。そのアルニスのお話が出たので、アルニスありますか？アルニスございます。ああ、こちらでございますよ。まあよく言われるのは右岸のエルプス、左岸のアルニスはい。ですね。セーヌ川をまたいでちょっとこう文化が違くて、そうですね。左岸の方でまあ有名だったと言いますか、はい。そういったブランドでございます。90年代に90なり年代。ます。もう今は亡きフランスのメゾンなので、そうですよね。コレクターの方かなりいらっしゃると思います。ふわって感生地はシルクリネンになります。じ。シルクリネンですよ。はい。シルクリなんかこのサイズ感はやっぱりアルニスらしいのかなと思いますね。ネン。なるほどなるほど。ちょっとゆったりちょっとゆったりで、袖ももうまくっていただいて、あ、かっこいいこれ。わざわざ袖の裏地にシャツ生地をこう当てているので、裏返した時もすごい素敵に着こなしていただけると思います。いやーかっこいい。なんか形としてはおそらくテーラードジャケットの文脈にはあるんですけど、かなり直線的で、まあ、三つポケットのパッチポケットなので、まあ、ワークスタイルにも着ていただけると思います。おおー、アルニスっぽいうん。感じしますね。まあアルニスのアイテムはほとんどアルニスっぽいって言えるのがやっぱりそのブランドの魅力だと思いそうますね。ですよね。その独自の世界観を作ったってことですもんね。そうですね。すごいですよそれは。他のアルニスの写真でいいですか？もちろんです。わあいいですね。これポケットは質毛糸がまだ質毛糸ついてる残っているので、まあ、おそらく切らずにそのまま着ていたんじゃないかなと。ああ確かにここに入れたくないですもん。だってなんかそうですねもう正統派の形ではなくてちょっとこう、ちょっとこう湾曲したと言いますか、はいそういうなんていうんだろう、いい意味での世界観、これエスプリが効いてますそうよね。なんですよね。いいです。プリが効いてるのがやっぱフレンチのあはいりますよね、雰囲気。この形もそうだし、うん。見てくださいこのめくった時に一番映えるからが出てくるんですよ。ライニングはシルクになります。これがシルクですよ。わあ美しい。この一言につきますよね、アルニスのジャケットは。ほんまですね。美味しい。なんかそれ高級フレンチ料理食べた気になります。素敵な例えで。ちょっとこう色気があるのがフレンチじゃないですか。はい。なんかイタリアとはまた別ですよね。そうなんですよね。ちょっとフェミニンっぽいじゃないですか。はいフランスって、うんイタリーの場合はちょっとギラギラした男のはい。セクシーさで、フレンチはちょっとフェミニンなセクシーさがあるという、シンプルな黒なんですけどそれが伝わってくるっていうのはやっぱすごいですよね。そうですね。形の構築性っていうところに、なんかそのあたりの美学が宿るのかなとそうです思います。
あとこの生地のチョイス、はいちょっとしたこの光沢感っていうのは、これがやっぱりね、でも決め手はもうこれですよ。これやった瞬間やられたっていう、ズッキュンですよ。アルニスに魅了されますね。魅了されますよ。これ33万円でございます。わあ、ちょっと息子のおむつ半年ぐらい我慢すればそこを削るんですね。やっぱこれちょっといかなきゃなこちら、はい、出ました。エルメス。ムートンの、はいまあ、スポーツジャケットタイプになるんですかね。ムートンのスポジャケタイプの、この形でムートンを仕立てるっていうのが、まあ、エルメスらしいのかなと。まあですね。これどれくらいですか、年代は。おそらく80年代のアイテムですね。出します。重厚感があるかと思いきや軽い。型に乗っかると綺麗にはまってくれます。上がってくれますね。上質。ああ、結構着丈もちょっと長い感じで。そうですね。まあそのあたりはやっぱりムートンの特性を生かした作りにはなってます。これラグジュアリーですね。パターンでいうとここ丸々1枚ムートンが使われてるので、ああ、なるほど。ここまで大きいムートンを使えるっていうのもエルメスならではじゃないかなと。なるほど。これ1枚2枚っていうことですよね。背面も真ん中でだいたい割れるんですけど、それもなく左右で2枚でついてますね。贅沢な仕様なんですね。これをあえてスポーティーに仕立ててしまうのが、まあ一番ラグジュアリーなのかなと思います。やられましたね。やられますね。さすがエルメスでございます。次は待望のこちらでございます。エルメスのダッフルですね。ムートンで仕立てるダフル。ムートンで仕立てるダッフル。うわー、かなり贅沢な作りです。もう入った瞬間にこれ目入ってきました。まあお店の顔と呼べるようなアイテムだと思います。本当ですね。これすいません。じゃあ、はい恐れ多いですが着させていただきます。うわー、すごいですね。なんか声が小さくなります。ひそひそ話しちゃいます。ひそひそ話してないです。これすごい。これは何年代ぐらい？こちらが80年代頃のアイテムなんですけど、はいタグを見るにオーダーメイドで当時仕立てられたものじゃないかなと僕たちは推測してます。すごい。これかっこいい。経年でこういう色になったんですか？それとも結構元からですかね？おそらく若干このフェードっていうのは経年かなとは思うんですけど、状態としてはかなり良好かなと思います。ですよね。これ欲しい。本当欲しい。中のこの見てくださいよ、この上質な、脱ぎたくなくなりますね。すごい柔らかいですよね。これほんま裸で着たくなるからな。はい。フードも外せるんですね。そうです。取り外しできるんです。そのあたりもおそらくオーダーメイドならではの作りじゃないかなと。これ僕サイズ僕じゃないですか。完璧です。あれ僕がしたやつだっけなぐらいの完璧さなんですけど、これ関さん、これおいくらぐらいですか？そちらが税込みで88万円になっております。ごちそうさまでしたなんかお腹いっぱいですポケット手突っ込んだ時のここら辺の温かさ、やっぱりいいものはいいんですね、本当に。そうですね。もうやっぱり服の持つパワーが全く違うと思います。本当に当時のビスポークの値段だったらこの今の値段よりももちろん高いですもんね。もちろんです。なんかビスポークって当時のプロパーの価格のはい。10倍ぐらいで仕立てられるって言われるので、相当な金額でだって作られたものだと思います。プロパーでもすごいですからね。そうですね。わあ、これは一生ものだよな。やっぱりお店の顔というだけありますね。そうですね。これもかっこいいですね、これ。こちらがグッチのグッチ。こう仕立てがまたすごいいいんですよね。そうですね。これハンドステッチじゃないですか？おそらくハンドステッチだと思います。だって均一じゃない感じがしますもんね。そうですね。はあ。ピンクっぽい色味っていうんですかね。なんかこの柄はちょっとこうイギリスっぽいよそうですよねうなイメージなんですけど、作りはもう完全にイタリアらしい、まあ両者のいいところが混ざり合った一本だと思います。
しかもこれあれじゃないですか、新品ですよね。デッドストックにデなります。ッドストックですね。これは何ですか？こちらが、アルマーニの当時のスタッフが着ていたユニフォームになります。へえ。店員のスタッフの方が。そうです。面白い。ラペル細いですね。ものすごいナローなラペルなんですけど、はいここがピーク度になってるっていうのが、かなりエッジの効いたデザインですよね。当時は販売はされてなかったの？はい。通常だとこう入手できないアイテムなんですけど、海外で縁があって今回はご用意させていただくことができました。しかもワンボタン。ワンボタンです。出た。エッジ効いてますね。そうですね。これにこれでこれですからね。なんか我々の思うアルマーニのテーラードとはちょっとこう雰囲気違うんですけど、はい。このモードな雰囲気っていうのは、まあ、アルマーニらしさもあるのかなと思います。そうですね。これを店員さんたちのためにこの作ったっていうのがまた贅沢ですね。贅沢ですね。本当贅沢ですよ。これあれですか？シェーヌダンクル。シェルダクルです。あ、出た。今新品で買おうと思ったら相当待ちますよね。そうですね。やっぱり店頭でも買えないアイテムだと思うのでで、すよね。ここら辺もどこブランドとかあるんですか？ここら辺は。シルバーのこうブレスレットに関してはイタリアのヴィンテージのアイテムをメインに展開しております。これからまたアクセサリーが重要な時期になってきますから。そうですね。もう夏のスタイルは腕元からぜひ。ですよね。ああ、こういうのも。これシグネットリングっぽいな。そうです。ですね。これこうちょっとね、僕手がそんな綺麗じゃないので、その近くで撮らなきゃいけません。なんかこちらのお店にあると全部が綺麗に見えますね。ありがとうございます。ああ、ということで本当に今日たっぷり見させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。本当にもうやられそうね、やられました。素晴らしいアイテムにもう圧倒されました。本当にぜひ熊本の方にもございますよね。はいお店がそちらにもし機会がございましたらそちらも行かれて、東京に来られたらぜひリコレクション東京さんにぜひ来ていただければぜひお待ちしております。素晴らしいアイテムお会いできますので、ありがとうございましたご。丁寧にありがとうございました。